本日はベントレーオートパイプ新機能紹介ウェビナーにご参加いただき誠にありがとうございます。本日はバージョン12.00からバージョン12.04で搭載されたメインの主な新機能についてご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。我々ベントレーは、インフラストラクチャーの業界に関して革新的なソフトウェアやサービスを提供し、持続的な世界経済や、人々の QOL が向上する環境を実現させることを目標としております。オートパイプもベントレーのソフトウェアの一環として、皆様の設計業務に役立てていただければと思います。オートパイプを利用することによって解析結果の精度向上が期待できたり、それから最新から古い設計コードにアクセスすることが可能である。また、ASME の NQA1 に準拠しており、サポートの種類ですとか配置を最適化する機能を搭載しており、第三者とのコラボレーションを行う際にデータの共有がしやすい枠組みを持っていたり、学びやすい環境、それから使いやすい GUI を搭載しているユーザーフレンドリーなソフトウェアとなっておりますので、こういったものがオートパイプの強みとなっております。オートパイプのバージョンアップに関しては、オートパイプは年に2度ほどバージョンアップを行っておりまして、その度にバグフィックス、それから機能の改善、新機能の搭載といったものを行っております。オートパイプはユーザーからのフィードバックを非常に重要視しておりまして、皆様からの意見に真摯に耳を傾けております。一部 TP として搭載される機能がありますが、こちらはユーザーからのフィードバックを必要としている機能になっております。ユーザーからのフィードバックが十分あり、様々な環境でテストすることが可能になったものに関しては GA として正式に機能搭載いたします。TP はテクノロジープレビューで、ユーザー様が利用可能ではあるんですけども、一部制限がある、そういった機能になっております。GA は General Available として、ユーザー様が皆さん制限なしに利用することが可能な製品になって、機能になっております。オートパイプコネクトエディションの履歴としまして、バージョン12.00.00.14がリリースされたのが2018年の12月となっております。こちらが現在でも、日本語の最新版になっております。現在、英語の最新版として一番新しいのはバージョン12.04になっておりまして、こちらは今年の7月末にリリースされております。こちらを今現在、日本語訳中となっておりまして、年内のリリースを目指しております。本日の概要一覧ですが、このようになっております。一つずつ簡単に紹介していきたいと思います。まずは SES ライセンスからになりますが、皆さん SES ライセンスっていうのはまだもう少し聞き慣れないかと思いますが、ついこの間まで、コネクトライセンスと呼んでいたものが現在 SES ライセンスというふうに呼んでおります。ベントレーのライセンス認証形式は、旧式がセレクト認証で、新式がこの SES ライセンス認証となっております。セレクト認証形式では、マシンに、紐づいたライセンス認証形式であったんですけども、現在の新しい SES ライセンス認証形式は、ユーザーに紐づいたライセンス認証形式となっております。この SES というのは、サブスクリプションエンタイトルメントサービスの略でして、コネクトライセンスと同じ意味合いになります。ライセンス認証形式の違いによる機能の違いですが、セレクト認証ですと、ライセンス利用実績の確認ですとか、オフラインで利用可能ですとか、資格グループを作るといったことは SES と同様できるんですけども、SES はユーザーごとの資格管理を行い、超過利用の警告を出すことが可能になりまして、それからリアルタイムで使用状況を分析することが可能になっております。それからこの超過利用の警告に関しては、ライセンス数に制限を設け、全体のライセンス数の上限を管理することが可能になっております。で、この権限の設定は、アドミニストレーター、もしくはコアドミニストレーターの権限が必要になっております。
で、警告に関してはカスタムメッセージを設定することが可能でして、こういった警告のメッセージが出てくるんですけども、このあたりにカスタムメッセージを入力することができまして、各会社様独自のメッセージを入力することが可能になっております。続いて統合型構造モデル ISM のご紹介に入りたいと思います。この ISM というのはオートパイプの機能というよりかは、ベントレーが今開発している標準のファイルフォーマットになります。で、構造解析を行うようなツール、それからプラントモデルを作成するツールをすべて同じファイルフォーマットで管理できるような枠組みを今ベントレーが開発しております。で、このファイルフォーマットを用いて様々なツール同士の連携をとって、連成解析をしやすく、することができるように今現在開発中です。で、ベントレー製品以外にもテクラ、それからレビットといった他社のツールもこの枠組みで一部利用することが可能になっております。オートパイプは現在こちらに位置しております。もうオートパイプバージョン 12.0 から ISM を利用することが可能でして、ファイルタブにある ISM というボタンを押すと、ISM のレポジトリを作成するか、既存の ISM から更新する、既存の ISM に更新するといったボタンがすでに用意されております。こちらを用いて、現在 SAX という洋上設備向けの構造解析ツールと連成解析を行うことができるようになっております。順番はどちらからでもいいんですが、オートパイプからレポジトリを作成して、ISM から SAX にデータを読み込んで、また SAX の解析結果をオートパイプに持っていって、といったような形で連成解析を行うことができるようになっております。で、またこの大元のレポジトリを作成するときに、どちらからのツールから作ってもいいんですが、オープンプラントモデラーというモデリングツールから、プラントモデル全体を作成して、配管モデルと構造、梁のモデルを分けて解析するといったことも可能になっております。で、この中間の ISM のビューワーとして、ストラクチュラルシンクロナイザーといった製品をベントレーが現在用意しております。こちらは、ベントレーのソフトウェアダウンロードセンターに行っていただくと、こちら検索していただくと、このツールをダウンロードすることができます。こちらは無償で提供しておりますので、ビューワーとして用いていただいてもよろしいかと思います。ただ、こちらちょっと名前が長いので、現在、開発の方で、名前の変更を検討中になっております。いずれちょっと名前変更するかもしれません。続いて相互操作性インターオペラビリティの話に入りたいと思います。こちらでは主に他社のツールとのインターオペラビリティをご紹介しています。オートパイプからシーザー2にファイルを渡す際に高品質にデータをエクスポートすることができるようになりました。.c2 というファイルフォーマットでデータをエクスポートすることが可能になっております。シーザー2016との互換性を持っております。こういった配管コードですとか材料物性、配管物性、それから運転荷重といったデータを受け渡すことが可能になっておりまして、これまでうまくデータが受け渡せなかったといった問題を解決し得る機能改善になるかと思いますので、これまで問題があった方はぜひ一度ご確認いただければと思います。続いて Aviva E3D からオートパイプにデータを読み込ませるインポート機能が搭載されました。こちらは TP として現在機能搭載されておりますので、ユーザーからのフィードバックをいただいて、さらに機能改善に取り組んでいきたいと思っております。こちら E3D からデータをインポートすると、設計プロセスの改善ができるといったお客様はぜひ一度、こちらご利用いただければと思います。それからインターグラフスマート 3D のファイルをオートパイプに読み込ませる PCF トランスレーターの機能も改善しております。こちらは前からあった、トランスレーターになるんですけども、
インストール方法としては、オートパイプをインストールする際に、ツールズの中にある PCF トランスレーターにチェックボックスをチェックを入れていると、同時にインストールされます。スマート 3D で作成されたスマート 3D のファイルを、中間ファイルフォーマットに変換して、オートパイプに読み込ませるといったトランスレーターの動きになります。で、その機能をトランスレートする際に様々なダイアログがあるんですけども、そこの操作性が改善されました。続いて、隆起ザ窟の機能紹介に入りたいと思います。隆起ザ窟は埋設配管でよくある問題の一つでして、パイプラインが長すぎ、軸方向に過大な力が働くことで、上向きに、ザ窟が発生するといった物理現象になります。この際にザ窟が発生しても十分土壌が深ければ問題ないんですけども、この必要な十分な土壌深さの見積もりといったものをあらかじめオートパイプで計算することができるようになりました。で、オーバーベンドの低減をして、に利用していただければと思います。地盤特性の入力項目で隆起ザ窟というボタンがございますので、こちらで隆起ザ窟を考慮にチェックを入れると、適用可能になります。続いて、ストレスアイソメズ OPIM のご紹介に入りたいと思います。オートパイプはバージョン9点台の途中から、ストレスアイソ図を作成するエンジンが、過去のアイソジェンから OPIM に変更になりました。OPIM のエンジンを用いて、アイソメ図を作成していきますので、少し作成されるアイソメ図の形が以前と変更になりました。その際に、以前までご利用いただいていたユーザー様に関しては、アイソジェンより見づらいといった言葉が、たくさん聞かれましたので、OPIM はバージョンアップ、オートパイプのバージョンアップのたびに、機能を改善しております。主に可視性が良くなるように、改善していっている、そういったツールになっております。さまざまな、機能改善が羅列されているんですけども、今現在最新版の OPIM で、どのように配管が表示されるのかを、見ていただいて、こういったところをもう少し改善してほしいっていったものがございましたら、ぜひ私の方までご連絡いただければと思います。続いてフランジ解析のアップデートについてご紹介いたします。フランジ解析を入力する、数値を入力するダイアログが操作性が改善いたしました。配管寸法から決まるフランジの寸法に関しては、自動入力することが可能になっております。これまでは不織白を入力する、項目がなかったんですが、不織白も配管のプロパティから自動で入力されるものにされることが可能になりました。でフランジで考慮すべき寸法はこちらになっております。フランジのタイプとしては、この6種類をオートパイプで用意しているんですけども、ブラインドとラップジョイントに関しては、流体が通過しませんので、不織白は考慮しません。それから、プリ機能、ポスト処理機能として、レポートマネージャーの機能が改善いたしました。SQLite データベースと連携して、データベースでレポートを作成することが可能になっております。これまでのテキストベースのレポートですと、新しいウィンドウがパッと出てきて、そこにテキストベースで、応力の結果ですとか、反力ですとか、そういった数値が出てきたんですけども、それらの数値を Excel に入力、もしくは Word に入力することが可能になっております。Excel で出力してみると、こういったセルのデータがバーッと出てきまして、で、このセルで出てきますので、Excel で出てきますので、Excel のグラフの機能を使って簡単にグラフを作成することができるようになっております。それから Word に出力して、画像をつけて、もう Word でオートパイプから直接レポートを作成するといったことが可能になっております。それから配管コードに関して、各、バージョンで配管コードがアップデートされておりますので、簡単にご紹介したいと思います。
ASME のボイラー及び圧力容器基準のセクション3に2017年のコードが加わりました。それから B31.1 パワーパイピングに関しても2018年のコードがバージョン 12.01 から搭載されております。それから欧州でよく用いられているヨーロッパの配管コード EN13480、こちらも2017年のコードがアップデートされております。続きまして、ASME B31.3 2018年のコードがアップデートされております。それから海底の配管でよく用いられている DNVGL STF101、こちらも2017年のコードが追加されております。最後に配管サポート最適化を紹介したいと思います。配管サポート最適化の機能が新しく搭載されておりまして、こちらはどういった機能かといいますと、ユーザーが配管のサポートを設置し得る場所というものを定義していきます。この今現在画像で見えている紫色で囲われた箇所がサポートを定義可能な場所になっております。で、この場所からアルゴリズムが選択的にサポートを様々な種類置いていって、複数計算を繰り返していきます。その組み合わせを変更していきながら、どの組み合わせがまずコード応力を満たしつつ、それからコストを抑えられるのかといったものを、まず様々なパターン検討していって、繰り返し計算することによって、最も最適な組み合わせはどんなものなのかというものを、アルゴリズムが検討していくといった機能になっております。初期に作成したモデルでは51個、12種類の配管サポートが定義されていたとします。これをアルゴリズムに任せて計算させていくと、複数計算していって、最終的には22個の配管サポートで、種類もハンガーの割合が高い、あんまりたくさんの種類を用いていない、解析結果になっております。これ計算回数としては約380回計算しているんですけども、計算時間としてはこれぐらいのモデルであれば1時間以内で計算が終わります。この380回、いくら計算時間が短いとはいえ、人の手で計算しようとすると非常に試行回数が多いので大変なんですけども、コンピューターが自動計算してくれますので、パラメータの変更もすべて、コンピューターが行ってくれますので、計算時間、計算コストというのは非常に、少なく済みます。でこのグラフは右方向に計算回数、サイクル数という、最適化の回数ですね。と、縦軸にはコストが表示されておりまして、コストがどんどん計算が進むにつれて低くなっていくのが見えるかと思います。この機能を使うことによって設計と解析の時間、コストを節約する。それから、ハンガー、すみません、サポートの種類を減らすことができますので、数も減らすことが可能になりますので、調達費の節約。で、それから、設計の指針、ディシジョンメイキングですね。こういった方向にサポートを配置してあげれば良さそうだと。この配管サポートの配置の位置というのはズバリではなくて、まだユーザーが変えうる幅があるかと思いますので、この解析結果すべてを信頼するというわけではなくて、この出てきた解析結果に関して、この辺はもう少し値を変更してあげた方がより良さそうだなっていう人間のアイデアを入れることが可能になっております。ですので、出てきた結果をもとに設計の指針を決めていくというところで、ソフトウェアと人間のコラボレーションが行われていくといったことが、この配管サポート最適化では期待されております。それで、プロジェクトのコストを節約するというのはもちろんなんですけども、より良い設計案というものが生まれてくれればと思っております。配管サポート最適化では、サポートの配置だけではなくて、行動力のリミットを1ではなくてもっと低い値にするですとか、あとはアルゴリズム自体のパラメータですね。こちらは遺伝的アルゴリズム、最近進化アルゴリズムと呼ばれていますが、そういったアルゴリズムのパラメータをユーザーが入力する必要があります。
また、複数計算を行っておりますので、CPU を分割してマルチスレッドで、計算を効率的に進めていくことが可能になっております。最後に Tips としていくつか機能を紹介したいと思います。接点結合といった機能が搭載されまして、こちらバージョン12.0から搭載されております。配管と針などの、本来サポートでつながっているんですけども、そのサポートを定義していないときに離れた接点同士といったものを結合することが可能になっております。それからハンカー選定解析のために特定の方向のサポートを開放するといったことも可能になっております。それからアンカーの許容荷重を入力することが可能になりました。こちらの赤で囲われたAdd Reference Point at Dislocation のところから、許容荷重を入力することが可能になっております。最近のモデルを開くの UI が新しくなりました。こういった画面になっておりまして、モデルを名前を選択していただくと、モデルのプレビューが表示されるようになっております。それからよく使うモデルに関しては、ピン止めすることが可能になっておりまして、ピン止めすると一番上の方に出てきますので、アクセス性が良くなっております。それから物性ライブラリーエディターが搭載されました。こちらのエディターを用いて既存物性の編集ですとか新規物性の追加、ソートなどはいいですね。といったことが可能になっておりまして、これまではソースファイルを任意のテキストエディターで開いて、編集して、保存して、で、コマンドプロンプトからコンパイルしてといった操作が必要になっていたんですけども、それらの操作がこの物性ライブラリエディターで実現可能になりました。それから、こちらは現在テクノロジープレビューなんですけども、イメージギャラリーといった機能が搭載されております。結果のタブから、イメージギャラリーというものを押していただくと、現在の計算結果の、画像を取ることができるようになっております。でこちらは、クリップボードと連携しておりますので、コピーペーストも可能ですし、Word、Excel、Outlook に貼り付けることも可能になっております。で簡単な画像編集も可能になっておりますので、ぜひご利用いただいて、もっとこういう機能にしてほしいといった要望がありましたら、ぜひフィードバックいただければと思います。それから全体座標系の表示、非表示を切り替えることが可能になりました。またこの北矢印の表示、非表示も切り替えられます。それからグローバル座標系だけではなくて、ローカル座標系も表示、非表示を切り替えることが可能になりました。以上で、バージョンアップの全体の機能紹介を終わりたいと思います。最後に、現在、オートパイプの画面を開きますと、この、アイコンがありまして、メニューバーからですとか、もしくはヘルプボタンから、ユーザー様からフィードバックを、我々開発陣の方に渡すことが可能になっております。こういった機能がいいねとか、この機能はどうにかしてほしいっていった要望がありましたら、こちらからも要望を出すことが可能になっております。また、ヘルプのところからアイディアというボタンもございまして、こちらどちらを利用していただいても全く構わないです。アイディアの方から、こういったオートパイプにこういう機能が欲しいといった要望を出すことが可能になっております。もちろん私に直接メールしていただいても全く構わないです。それからこの On24 の、プラットフォームにもありますように、リソースベントリーのコミュニティが用意されております。こちら上の URL は英語コミュニティで、下の URL は日本語コミュニティになっております。ほとんど私が書いている記事になりますが、これからどんどん記事を増やしていきたいと思っております。その他にも興味がありましたら、ぜひアクセスしていただければと思います。本日新機能を紹介したのは、長尾オートパイプのアプリケーションエンジニアの長尾と申します。私のメールアドレスこちらになっておりますので、何かご質問などございましたらこちらまでご連絡いただければと思います。本日はどうもありがとうございました。